このサザンが入るともう何話してたか分からなくなります。全然いいですよ。サザンが来ること自体が面白いんで、はい、まあそういうことで、ハンドオーバーのところまで話が来てましたかね。はいはい、ちょっと待ってください。そういう長くこういう仕事すると、はい、バックアップのバックアップを取りたくないんですよ。もしこれがダメだったとしてもしこいつが消えたらとか、はい、でこのインタビューさせてもらって帰りにこのカメラで撮られちゃった時にカメラはいいけどメモリ返してくれとかもう、この後ちょっと街行こうと思ってるんですけど、できるだけ早く帰ってこのデータをでもなかなかそうもいかない次の予定とかあるじゃないですか。もうそれこそ経験すればするほど怖くなって、もしこんだけの時間いただいたのにインタビュー消えたらどうしようみたいな。そうもうだったら5時間の会話の中でカメラ回してきゃよかったとかね。でもそれがあるから今日があるっていうことで、でずっとやってこられて、ハンドオーバーもそうですけど、はい、もう一つお聞きしたいのはこの20年間、はい、このルワンダっていう国とお付き合いしてきて、そのマミさんから見てこのルワンダっていう国がその虐殺の後、はい、それから発展してきて、今、そこそこ平和でアフリカの中でも旅もしやすい国になってきた。それをずっと見てこられた、はい、マミさんが見てこられたこの20年間のちょっとルワンダっていう印象、マミさんからの印象をちょっとお伺いしたいなと思うんですけど。わかりました。私は、今ものすごくその虐殺から今年30年経ってものすごくいろんな意味で物も増えたし便利にもなってきたし、綺麗にもなってきたっていうのは感じてるんだけど、ちょっと方向が外れてきちゃってるような気がする。その発展の仕方というか向いている方向とかをちょっと直した方がいいのかななんて思ったりすることがあります。なるほど。ちなみに、はい、そのルワンダ虐殺が終わってから、はい、その日本のバブルじゃないですけど発展しだして急速に良くなった感じですか、この国は。私がそのルワンダ変わってきちゃったなって思ったのが2000年入ってから。虐殺が終わってから、2000年の何年っていうふうにちょっと言えないんだけど、それから急にグワーンと来ちゃったような気がします。自分として動きやすいっていうか、好きな時代のルワンダは97年からここで始めて、その後の2000年になるぐらいの時間が一番自分としてはルワンダを肯定したい時期かもしれない。それはやっぱりルワンダが一個の大変な虐殺が終わって未来を見据えて一生懸命頑張ってこうっていう活気に満ちた時代ですか。同じ方向を向いていられたっていうような。とりあえずその生活を取り戻して、はい、国をちゃんと取り戻してっていう、はい、でプラスそのなんていうの、個人の利益っていうよりは自分たちのその住む場所を作っていこうっていうのがすごく強くあったような気がします。発展していくと本当にその便利になったりとかしてはいるんだけど、その欲が自分に向いてきたような気がするんです。それが私はどうなのかなって。それは2000年を超えてからどんどん加速した感じですか。そう思います。そうなんですよ。だからその2000年まで、はい、まずは復興ですから、はい、その時ってやっぱり、日本の戦後もそうですけど、どの国でも同じだと思うんですけど、まずはその生活を取り戻すために同じ方向を向く。である程度その復興してきた中でそのルワンダ人のいろんなところの方向性が変わってきたのがその2000年ぐらいですか。そこを境に変わってきたような気がする。でも住んでらっしゃってそう感じたわけですよね。それはちょっと言葉悪いですけど人がセルフィッシュになったみたいな感じですか。それはすごく感じる。本当にその虐殺終わって
自分たちもそこ入ってってやっていくっていう時になんかね本当に私よく使うんだけど一丸となってこうグワンとこうやるぞっていう気がしたの。で私それすごく自分の中でも良かったなって思うんだけどやっぱり国がそうやって発展していく様子ってなかなか見れないでしょ実体験として。で自分でその一緒に作ってるっていうその実感を持てるっていうのすごく私ありがたいと思うんだけどその時ってまさにそれだったんですよ。あんたたちも頑張ってるから私たちも頑張ろうみたいな。でそれがなんかねなくなってきた。でやっぱりねなんかそれ考えるとねやっぱこういうインターネットとかでだんだん普及してくるなんかそれとともにどんどん個人主義になってきたような気がするんですよね。で前はそれこそその何かこの役所とか政府とかこう交渉するにあたって例えばいろんな条件があるじゃないですか。これがなければ先に進めませんよみたいな。でそういう時にもいやそこをなんとかってこう頼み込める。要するにこの書類はないんだけどでもこういうふうなやり方をするからこれで何とかしてくれっていうようないろんなその抜け道がこうなんか分かるようなケース今の日本みたいにガチガチになったってことですか。なんかその規則これは規則だからダメお金をこんだけ払わないとダメとかそれがある。だから規則は必要だと思うんですよ。だけどいやちょっと意見聞いてよ書類も頑張って揃えるけどもうちょっとこっちの話も聞いてっていうようなまあ多分日本の人想像つかないですけどアフリカなのにっていうまあでもルワンダって僕が訪れた国の中ではいろんなことがちゃんとしてる国ですよね。だからやりづらいでしょうね。それちょっと分かりますわ。やりづらい。だからあればスムーズにいくんですよ。でもない。なるほど。ましてやその新しい感覚だったり新しいことをやる中にこの旧ルールの重箱をつつかれてもっていうでもルワンダそれありそうですね。でルワンダテクノロジー大好きなのでそのアナログよりデジタル。なるほど。アフリカって多分今みんなそっちまあどこも向いてますね。そうなんだけど特になんかルワンダ大好きかなって。でそのデジタルがうまく機能してればいいんだけどしてないことがいっぱいあるのでいやいやこれちゃんと記入してるのになんで先行けないのみたいなのとか。大丈夫です。日本も機能してないです。なんかもうね新しいいろんなデジタルの税金のこととかやってますけどみんな困ってます。一緒ですよね。なるほど。でもそのセキュリティとしてはその94年5年6年から2000年そこからこの2024年その国とのセキュリティとしてはあんまり変わってないですか。良くなったり悪くなったり。例えば身近なセキュリティは私がその90何年にここに来てからもうずっと良かったので特にそのなんていうの私自身もひったくりにあったとかそういうことないのでそういう意味のセキュリティは比較的虐殺後はずっと落ち着いてたような気がします。結構アフリカとしてはルワンダのセキュリティってかなり高いですよね。高いと思います。歩いてても夜もそんなに心配しないで済むし、僕らストレンジャーってよそもんでも夜歩いててもなんか道迷った人が教えてくれてとかかなり親切だしそんな悪いことしようっていう視線も感じないですよね。ちょっとあんまり比べちゃいかんです。僕ナイロビの夜はあんまり歩けないんでそれを考えたらこのルワンダはすごいいい感じで多分僕もそうですし多くの日本人が分からないと思うんですけどそんだけ虐殺があってボロボロになった国がなんでこういうふうな平和にできたんですかね。いろんな多分考え方あると思うんですけど私の中ではあるいは私は彼の受け売りみたいになっちゃうんだけど
なんかやっぱり人が争うことに疲れたっていう風な言い方をよくするんですよね。そのずっとその時代が続いたわけじゃないですか。相手を憎むとかやっかむとかで、虐殺っていうものが終わって新しい政府になって国を作っていって、なんかその同じようなことを繰り返したくないっていうのはすごくみんな持っているような気がします。その民族の争いのそのなんかお互いの恨みとかあったとしても、もうこれ以上同じことをしたくないっていう感じですか？なんか結局それやっちゃったらまた元に戻っちゃうっていう意識があるんじゃないかなって。だから結局虐殺から30年経って新しい世代の人たちが増えてきていて、虐殺を知らないで、もう歴史の話ですね。結局その人たちが、これからルワンダ作っていかなきゃいけないんだけど、果たしてどうなるのかなって。やっぱり虐殺もちろんものすごい悲惨な出来事ではあったんだけど、あれがあって学んだことってすごく多いような気がするんです、ルワンダの人たち。だからそれを繰り返さない、それを教訓として今のルワンダを作っていこうっていうふうにずっと突っ走ってきたと思うんだけど、それを知らない人たちっていうのはやっぱり微妙になんかまたその国の向きたいと思う方向が違ってきちゃうのかなって。だからそれこそね、なんか武力を使ったりっていうのを良しと思う人もまた出てきちゃうのかもしれないなっていうのは思う。でもそのいろんな国がこういうトラブルを抱えてとんでもない数の命が奪われて、多分お互いの親戚だの親だのその恨みがある中でルワンダだけがなんか平和に迎えたって僕思ってるんですよ。他の国ってもうそのお互いの殺し合いに疲れたにもかかわらずまだやっちゃってる、でなぜそのルワンダ、もうその疲れたっていうのはもう疲れちゃってもういいやって思ったのは多分他の国も一緒だと思うんですけど、ルワンダはなぜそこでこういうふうになれたのかなっていう。これも彼の受け売りなんだけど、ああなるほどなって私思ったんですけど、結局その相手を許したっていうよりはもう共存するしかないなっていうことなんだと思う。結局ルワンダの場合、隣の人が隣の人を殺すっていうようなこの範囲で起きちゃったじゃないですか。でこの人が例えばじゃあ虐殺があってその間刑務所に入っていても釈放される。でその人が戻ってくるのはやっぱりここになっちゃう。でそこに今住んでいる人たちはやっぱ受け入れるしかないんじゃないのかなって思うんです。でその中で、お互いいろんなものを胸の中に抱えながら、それでも一緒にここにいなきゃいけないっていうことなんじゃないかなって。それができた僕ルワンダ人ってすごいなって思っちゃうんですけど、いつももう忍耐力あるなって。それはやっぱ国民性ですかね。その民族はどうっていうよりもそのルワンダに住んでる人たちのどうなんでしょうね。ちょっとなんだろう、他の国の例をってなんか言っちゃっていいのかどうかって僕のなんか思っちゃいますけど、同じようなシチュエーションで結局恨みのことばっかずっと言っていまだにこの内戦してる国っていっぱいあるんで。一つにはその今の政府の力っていうのもあるんだと思います。虐殺が終わって新しい政府ができた時にその民族っていうのをなくすっていうのを真っ先にやった。要するにそれがもたらした弊害っていうのを自分たちがもう痛いほど感じているので、やっぱりそれは良くないものなんだ。人を民族っていう作られたもので区別しちゃいけない。だから自分たちはそのルワンダ人なんだっていうようなことは本当にもう熱心に国民の皆さんに伝えていたので、良くも悪くも田舎の人って純粋な部分があるでしょう。だからそれを受け入れていってるんだと思う。なるほど。レアですよね。その
うまくいった、多分内在している問題たくさんあると思うんですけど、それでもこんだけ平和を維持できてるっていうルワンダっていうのは結構レアですよね。なんかでもそれでもやっぱり世界からしたらルワンダよくやったなって思いますし、僕も思うんで、ちょっとやっぱりそこはなんかずっとこっちにいらっしゃるマミさんから見てどうだったんだろうっていうのをちょっとお伺いしたかったんで、でもまさにちょっとネクストジェネレーションで今過渡期ですよね、はい、日本もそうですけど、僕は逆に日本のことも憂いてますけど、戦後70年経って戦争を知らない世代で、もう一回その強い国、軍隊憲法9条もなくしてもいいっていうふうに日本も向かってるし、ルワンダもその30年経って、もうそういうふうになっていくかもっていうのは、それも歴史の中で仕方ないんですかね。やっぱり時代ってあるんだなってすごく思う。なんか時代で済ますのってずるいなって思う部分もあるんですけど、やっぱりそういう時代ってあるんだと思う。やっぱりその歴史の流れの中で仕方がないですよ、新しいジェネレーションが来てああ知ってるけどっていう、その本当の痛みは想像できなくなるみたいな。なんか今のルワンダでちょっとやっぱり残念だなって思うのが、西洋に習えみたいなところがさらに強くなってきたなっていう。そうですか。なんか虐殺終わった頃っていうのはルワンダとして俺たちはルワンダなんだみたいな、意味のないプライドかもしれないんだけど、それがあったような気がするんです。アフリカの中の国なんだっていうような、なんか最近だやっぱりそのいろんな技術がこう入ってきて、西洋に常に追いつけ追い越せを持ってるような気がして、ある意味なんかそれは私西洋に対する媚びみたいな風に受け取ってしまっているので、だからもう単純な話、ファッションとか、昔私がここに来た頃って結構みんなアフリカのこう布を使ってみんなこうドレス作ったりとか、そういうの着てる人がもうたくさんいたんだけど、今みんな洋服、いわゆる洋服着ちゃってるでしょ。だからつまんないなって思いながら僕も寂しいと思うんですよ。イラクの北部でそのクルド人とかクルドの民族衣装を着てたのが、10年経っていったらもうほぼほぼ着てない。日本の着物と一緒でもう冠婚葬祭しか着ないのかなって、そうやってだんだん文化って失われていくというか削られていくのかなって。ですよね。でもルワンダもそうですか。彼らは自分たちの衣装を着るのが一番素敵なんですよね。いやそれは私たちが見るからかもしれないけど。いやもうなるほど、そういうふうに変わってきてるルワンダなんですね今は。あと最後になりますけど、これからのそのルワンダ支援、で今僕なんか日本にいるとやっぱり、自分がこのメディアの中にいながら入ってくるニュースがやっぱり今の一番この世界が注目する、日本が注目するパレスチナイスラエルであったりウクライナロシアであったり、僕はずっと関わってきたアフガニスタンとかイラクシリアのニュースほとんどないし、だからこそこのルワンダに僕今回注目させてもらったんですけど、もうルワンダのニュースもほとんどないと思うんですよ。そんな中で、今度また日本に帰ってこられて、資金をなんかちょっとやりにくい時代になってないですか？やりにくいっていうとなんていうのかな、言葉悪いですけど、なんかいやらしい言い方なんだけど、例えば私なんかやってることってやっぱり人から支援をいただかないと動けないっていうような状態になってしまっているので、ある意味ね、やっぱりルワンダのその悲惨な部分みたいなのがこう見えてこないとなかなか助けなきゃとかって人も思わない。それはそれで理解するんだけど、やっぱりなんか自分でここにずっと長く関わってると、あんまりやっぱりルワンダのその悲惨な部分を前面に出すのは嫌かなって思う部分もあって、状況としてはもちろんルワンダの過去であり、ルワンダの今のその発展の様子とかそういうのも伝えたいとは思うんだけど、なんかそういう中にこういう人たちがいます。でそういう人たちは例えば足を失った人たちがいます。でそういう人たちはまだちょっとこんなことが大変なんですよねってそんなになんかその大変さをアピールしないで
だからちょっと支援お願いしますよってぐらいの言い方を、していくしかないのかなって。でなんかそれに賛同してくれればそれでいいし、いやそんな人たちよりもっと大変な人たちがいるんだって思えばそれはそれでそうか、じゃあ今回は残念だけどまたよろしくねみたいにこう言えるし。なんか国連にしても NGO にしてもそうですけど、今で言えばパレスチナとかウクライナって言ったら多分お金集まりやすいと思うんですよね、でなんで今ルワンダなのっていうふうに思われてしまう。でこれは僕自身がもう本当にメディアの方にいながらメディアの責任だと思うんですけど、大変な国っていっぱいあるのに、言うたら日本の中で言えば日本のテレビが扱わない国って募金が集まんなくなってしまう。これはもうルワンダに限らずアフガニスタン、イラク、シリア、イエメンなんてもうほとんど報道ないんで、だから僕はちょっとこの今ルワンダこの時期に本当にもうニュースがない中でちょっとルワンダってもしかしたらこの世界のこのいがみ合いのうまく解決したいいヒントになる国かなっていう気がしてて、それまさにおっしゃる通りです。すごくいい例だと思う。でなんか日本にいるとどうしても遠い国だから、あそこで起こったこんな出来事ねってこう身近に感じてもらえない部分ってすごくあると思うんだけど、私結局ルワンダで起こったその背景とかいろんなことを考えるとどこでも起こりうると思う。それこそ私たち学校でお話をさせてもらうことも多いんですけど、学校の教室の中で同じことが起こってるわけですよ。なんかいじめっ子がいていじめられっ子がいて、でその2つのどっちかの方を例えば先生が持っちゃうとか、結局同じ先生が宗主国っていうものであって、そこの下で踊らされてる子どもたちみたいっていうのは構図として絶対あるので、だから決してやっぱ遠い国じゃない、だからここが今それで元にこう仲良くっていうか、表面的であっても仲良くなってるにはやっぱり方法があったわけで、その方法を学校の教室の中でも使えるんじゃないかなっていうのは思う。だから本当にいい例だと思う、ルワンダで起こったことが。多くの命が失われたのは大変なことですが、そこからこんだけの平和な国作れたっていうのは、多分今の世界の中でルワンダほどうまくいった国って僕はちょっと知らないんで、他の国なんかやっぱりその後ももう一瞬平和になりつつも、なんかやっぱりコンフリクトの連続で、こんだけいい国になったっていうのは多分ルワンダって発展もしてるし、ですよね。その世界のこの戦争の解決のいいモデルになるって僕は思ってるんですけど、それも含めてなんか日本人に知ってもらいたくて、こうやって20年以上活動している真美さんの目を通してまた伝えられたらなっていうことで、こんなインタビューさせてもらいました。いやありがとうございます。じゃあとは今度義足の方また改めて取材させてください。了解です。